こんにちは、大地です。今回は Unity と Unreal Engine どっちでゲーム開発するべきか悩んでいる方向けに両方経験したことある僕が海外の記事とかも含めてありったけの情報っていうのを元に一本の動画にしてみました。どっちのゲームエンジンを使用するべきか悩んでいる方は、案内基準の一つとしてご参考いただければと思います。ちょっと動画が長くなってしまったので、先に簡単に結論から述べていきたいと思います。結論はね、ざっくり言うと、PC や家庭用ゲーム機向けのゲームを作るんであれば、Unreal Engine が比較的おすすめです。一方で、初心者に優しいとか、ゲームアプリ開発したいんであれば、Unity が比較的おすすめとなっています。ゲームエンジンとしてはね、どちらも大差ないんですが、Unity と Unreal Engine どちらかと言われれば、僕としては Unreal Engine の方が若干優勢なのかなと個人的には思います。ただし、それぞれのゲームエンジンっていうのは、開発しやすいゲームのタイプっていうのが異なりますし、一概にね、どちらがいいっていうのもちょっと違うような気もします。Unity と Unreal Engine ね、どちらのゲームエンジンを使用するのが一番重要なポイントっていうのは、作るゲームによってゲームエンジンを選ぶっていうことが、一番重要になってきます。これからね、紹介していくんですが、Unity でも Unreal Engine でも、大体ね、どんなゲームっていうのを作成することができます。ただ、それぞれのゲームエンジンには最適化されているゲームのタイプっていうのが異なるため、視聴者の皆さんが今後ね、作りたいゲームに合わせて、ゲームエンジンを選ぶっていうことが、重要なポイントになってくるかなと思います。では、皆さんが、どっちのゲームエンジンでゲーム開発を進めていくべきなのか、判断基準をね、紹介していこうと思います。ということで最初はそれぞれのゲームエンジンで作られたゲームを比較していきたいと思います。ではまず Unity 製のゲームなんですが、Unity で、作られたゲームっていうのは、Fall Guys、Escape from Tarkov、Hearthstone、League of Legends、Beat Saber、原神、Among Us、Pokemon Go、などが挙げられます。特に Unity はゲームアプリに特化しているので、ゲームアプリでね、見かけることが非常に多いです。一方、Unreal Engine 製のゲームですが、有名なものだと Fortnite、PUBG、Dragon Quest 11、Street Fighter、Dead by Daylight、Valorant、または Final Fantasy 7リメイクとか、そういったものが挙げられます。Unreal Engine はPC ゲームにね、特化しているので、PC ゲームにね、よく使用されるゲームエンジンになってきます。ぜひ自分の好きなゲームのゲームエンジンというのも調べてみて、参考にしてみてください。ただね、ゲームエンジンを調べたら、必ず出てくるっていうわけではないので、有名なゲームをね、調べても、ゲームエンジンが出てこないっていう場合は、非公表となっている自社製の、ゲームエンジンの確率っていうのが、高いので、出てくるものだけ参考にして、行くのがいいかなと思います。で、次にゲームエンジンのシェア率なんですが、今回は4つの参考になりそうなデータっていうのを用意しました。これから紹介するデータっていうのも 100% 正確というわけではないので、あくまでね、参考までに留めておくことをお勧めします。まず1つ目なんですが、2018年 Steam でね、公開されている6万個以上のね、ゲームの使用ゲームエンジンを調べた方がいて、こちらの方が、公表したデータを元に作成したグラフがこちらになります。Unreal Engine が 23%、Unity が 11%、その他はね、公表されてないゲームエンジンだったりとか、もう割合がね、1%、3% 未満とか、そういったものを含めてもうその他にしてあります。基本的には、シェア率が高いのがこの Unreal Engine と Unity になるので、それ以外はね、低いものがむちゃくちゃ並んでるみたいな感じなので、もうその他にしてあります。一般の人が、使えるゲームエンジンも紛れてるんですが、やっぱりね、Unity と Unreal Engine にね、比べるとシェア率っていうのはむちゃくちゃ低いので、Unity か Unreal Engine どっちかの2択といった感じになっていて、で、Steam のこのデータだと、1位が Unreal Engine といった結果になっています。では、2つ目なんですが、2019年にイギリスでね、行われた調査なんですが、ゲーム開発者にどのゲームエンジンを使用しているかと、質問して、調査した結果をグラフにしたものになります。Unity が、55% で、Unreal Engine が、20%、その他が 25% といった結果になっています。これは大体私の体感としてはもう、日本もね、世界もこのグラフとね、似たような割合だと思います。最低でも Unity 人口っていうのは、Unreal Engine の2、3倍はね、いるかなと思いますし、その分ね、Unity に関する記事数だったり、求人件数っていうのは、非常に多いです。なので、人口としては、Unity がね、トップであるっていうことは、間違いないかなと思います。次に3つ目なんですが、Twitch のね、ゲームランキングトップ40に、使用されているゲームエンジンを調べてみました。Twitch っていうのは主にね、ゲーム配信を行う場所なんですが、そこで世界の視聴者数順にゲームのランキングっていうのを確認することができて、そのゲームランキング順に、調べた結果がこちらになります。これは、2022年10月2日から、過去1週間、ゲームとしての総合ランキングっていうのを、それぞれね、一つ一つ検索してって、自分で調査した結果になります。これをね、わかりやすくすると、こんな感じの円グラフになります。40個のゲームのうち、10個が Unreal Engine で、7個は Unity でした。それ以外はね、基本的に会社独自のゲームエンジンだったり、非公表だったりするので、まとめてね、その他にしてあります。Unity とね、僅差であるんですが、Twitch はね、主に PC ゲームの配信を行う場所なので、Steam のね、データと合わせて、Unreal Engine がトップであるっていうことは、ほぼ
確実かなと思います。次にゲームアプリのシェア率なんですが、これも結構ね、調べたんですが、データっていうのはほとんどなかったので、自分で調査してみました。日米のゲームアプリ売上ランキングトップ20っていうのをそれぞれね、調査しました。で、アメリカがこんな感じで、結構ね、わからないゲームエンジンっていうのが、あったんですけど、で、日本がこんな感じのデータになっているといった感じになっています。これらをね、アメリカと日本を合わせて被っているアプリを除く39個の中だと、ミュニティが10個で、アニアルエンジンが2個、その他が27個といった結果になりました。これもね、グラフにまとめています。割合で見ると、ユニティが 25%、アニアルエンジンが 5% といった結果で、ゲームアプリだとね、ユニティがダントツでトップであるっていうことは、確実です。さらに、売上のランキングのゲームっていうのは、一昔前のものなので、最近のね、ゲームアプリっていうのは、特にね、ユニティ製のゲームっていうのが、採用されている確率が、高いように感じます。なので、ゲームアプリの実績としては、ユニティがほぼ独占しているといった感じに現状はなっています。ということで、シェア率をまとめると、PC ゲームなら、アニアルエンジンが一番使用されていて、ゲームアプリなら、ユニティが一番使用されています。ゲーム開発人口としては、ユニティが一番多いといった結果になっています。で、私の体感的にもね、これらのデータというのは、ほぼ間違いないかなと思います。では次にエディタの違いについて解説していこうと思います。先に言うと、エディタのね、違いとしては、一長一短で、総合的には大差ないと個人的には思ってます。最初紹介するのが、ユニティエディタの方なんですが、ユニティエディタっていうのは、デフォルトで必須の機能っていうのは大体揃ってるんですが、利便性をね、向上させるような機能っていうのは、拡張する必要があります。拡張自体はね、簡単にできて、拡張機能っていうのも非常に豊富になっています。また、アニアルエンジンより、ゲーム素材アセットっていうんですけども、アセットの管理っていうのが非常にシンプルで、エディタとしてはね、アニアルエンジンより使いやすい印象です。一方、これ Unreal Engine 5のエディタなんですが、デフォルトでも大体の機能っていうのが揃ってます。例えば Unity と違って、自動保存の機能だったり、ポストプロセスって呼ばれるグラフィックをね、調整する機能っていうのがもう既存でね、代表されています。基本的には拡張する必要っていうのはないんですが、Unity と同様、拡張することもできます。また Unreal Engine は、機能性で言ったらね、Unity よりも優れている印象です。例えば Nenite と呼ばれる、たくさんのね、オブジェクトをパフォーマンスよくゲームに描画できる機能だったり、あとは Lumen って呼ばれる、リアルタイム間接光ライティング。そういった機能があるので、エディタの機能面で言えば、アニアルエンジンにしかない機能っていうのがあるので、そういった点で機能性的には優れてるんですが、ただし、アセットの管理、ゲーム素材の管理っていうのが、複雑だったり、処理にね、かなり時間がかかるので、使いやすさで言ったら、Unity の方が使いやすいかなと思います。これらのエディターをね、使用して、ゲームをね、開発していくわけなんですが、このエディターが軽いのは、Unity になります。ゲームエンジンっていうのは、そもそもね、重めのソフトなんですが、比較的 Unity のエディターの方が軽いので、より多くのね、PC で、動きやすいっていうのがあると思います。ただ、ゲーム開発を進めるにつれて、エディターがね、重くなっていくのが、顕著に現れるのは、Unity の方に感じられる気もするので、それで言えば、総合的には Unity の方が軽いんですが、結果的にはゲームエンジンはね、どちらも、やっぱりそれなりに、負荷がかかってくるっていうことをね、抑えておく必要があると思います。ということで、総合的に、エディターをね、一長一短で、イーブンだっていう風に、言えるんじゃないかなと思います。使いやすさで言ったら Unity、機能性で言ったら Unreal Engine みたいな感じになるんじゃないかなと思います。ただ、個人的なね、意見を述べると、機能性の面だったり、あとはね、エディターの目覚めとか、そういった部分で、Unreal Engine の方が、僕的には好きなんですけども、ただし、Unreal Engine は述べたように、アセットの管理っていうのが、非常にね、めんどくさいので、その点はね、ネックかなと思います。このエディターを使用してゲーム開発をするための料金なんですが、料金はどちらも基本的に無料です。どちらも作ったゲームで一定金額以上稼ぐと、使用料がかかるといった規則になっています。Unity の場合だと詳細を述べると、作ったゲームで10万ドル、日本円にすると約1300万とか、以上の収益を出すと、一定の金額を毎年支払う必要があります。10万ドルを超えると年間約5万円かかって、20万ドルを超えると年間約22万かかるといった感じになっています。企業向けのプランだと、問い合わせして確認する必要があります。Unreal Engine の場合は収益が100万ドル以上、約1億3000万円を超すと収益の 5% っていうのを支払う必要があります。なので料金面はね、基本的にどちらも基本無料なんですが、Unreal Engine の場合だと収益の 5% なので、稼いだ額が多くなるほど、利用料も大きくなるっていうことに注意が必要です。料金面で言えば、どちらも基本的に無料なので、どちらもダウンロードして、試してみるのがいいんじゃないかなと思います。次にプラットフォーム、対応機種なんですが、これはどちらも、メジャーなプラットフォームには幅広く対応しているので、Unity も Unreal Engine、問題ないケースっていうのが、ほとんどになるかなと思います。例えば、ゲームアプリとなる iOS、Android っていうのは、どちらもね、作ることは可能ですし、Windows とか Mac とか、そういった PC にも対応してますし、あとは、PlayStation 4だったり、5だったり、あとは Nintendo Switch だったり、そういったものは、どちらのゲームエンジンでも作ることができます。ただ、マイナーなプラットフォーム、ウェブ上で作るゲームっていうのを動かす場合には、Unity でしかね、できない場合があるんですが、メジャーなプラットフォームに関しては、どちらもね、問題なく対応しているといった感じになっています。
では次にグラフィックなんですが、まず実際にUnity と Unreal Engine 両方のグラフィックっていうのを見ていきたいと思います。こちらはね、Unity と Unreal Engine のグラフィックをね、比較した動画になります。Unity も非常に綺麗なんですが、ただ Unreal Engine と比べてしまうと、やるの当て方っていうのが、若干ね、コントラストがちょっと強すぎて、不自然だったり、どうしてもこの奥行きの感じっていうのが、平面っぽく見えてしまうっていうのがあるかなと思います。なので、グラフィックのね、調整っていうのは、綺麗にね、しようと思えばできるんですが、Unity はね、グラフィックの調整っていうのが非常に難しいので、これでもすごい綺麗に調整された方なんじゃないかなというふうに思います。Unity のね、単体動画っていうのをちょっと見ていくと、この動画だと、自然に光の当て方とか、そういったものをね、確認できます。めちゃくちゃ綺麗ですね、Unity も。グラフィックの調整っていうのが、結構難しいので、これをね、簡単にできるか、簡単に作れるかどうかと言われると、といった感じには個人的には思います。ということで次に Unreal Engine の動画ですが、このなんかスカイリムを Unreal Engine で、表現してみたっていう動画があって、これね、すごく、雰囲気とか、この岩の細かい見た目の部分とか、そういった部分が、非常に綺麗に表現されていて、息をね、思わず飲んでしまうような、雰囲気になってると思います。ちょっとね、見とれちゃいますね。で、また Unreal Engine っていうのは、ネナイトって呼ばれる細かい 3D モデルの見た目っていうのをパフォーマンスよく描画してくれる機能っていうのがあるので、その機能によって、このね、岩の細かい見た目とかも、綺麗に表現できるといった仕様になっています。Unreal Engine で、最もね、有名なグラフィック動画なんじゃないかなと思うんですけども、こちら日本の越中大門駅っていうところを、おそらく外国の方が、再現された動画だと思うんですけども、リアルかどうかね、本当に区別がつかないぐらい綺麗に表現されてると思います。すべてにおいてもうリアルすぎて、わかんないんですよね。現実との違いが。グラフィックが綺麗な動画っていうのは、Unreal Engine の方で、YouTube に上がっていて、再生回数っていうのが非常に伸びているので、グラフィックという点で言えば、Unreal Engine はゲームエンジンの中でも、トップクラスだと思ってます。どちらもね、触ったことないっていう方は、ちょっとグラフィックの違いっていうのがいまいちね、わからないね、可能性もあるかもしれないんですが、グラフィックの違いっていうのは、実際にゲームを開発すると、そのね、違いっていうのが、すごくよくわかります。そもそもね、Unity はゲームアプリに特化してるので、グラフィックがあまり必要ないっていうのもあるんですが、Unity はね、デフォルトの状態だと、綺麗っていうのはちょっと難しいかなと思います。一方、Unreal Engine っていうのは、デフォルトの状態でも、かなり綺麗なので、グラフィックの調整自体も簡単ですし、グラフィックに重点を置くゲームであれば、Unreal Engine をね、選択した方がいいんじゃないかなと思います。情報量が多くてゲームを開発しやすいのは Unity になります。ゲーム開発っていうのは、基本的に検索しながら行うので、情報量が多いと、その分ゲーム開発がしやすいっていうことになります。まだゲーム開発したことないよっていう方は、この情報量っていうのはね、どれくらい重要なのかっていうのが分かりづらいかなと思うんですが、例えばなんですが、キャラクターに、攻撃するアニメーションっていうのをつけたいってなった時には、Google でね、検索しながら攻撃するアニメーションっていうのを、探し出して、ネットにある情報っていうのを参考にしつつ、自分の、ね、ゲームでも、作っていくといった形になるんですが、そこで情報量っていうのが多いと、参考にしつつ作るっていうことも可能ですし、何かしらのエラーが起きた時っていうのも、ネットでね、検索して解決方法っていうのを調べるので、そういった点に関しては、Unity は、人口が多くて、ネットに上がってる情報量も多いので、非常にゲームが開発しやすい環境になっていると思います。なので、情報量が多いという点で、初心者に優しいのは Unity になります。難しさで言ったら、どちらも大差ないと思います。ただ、情報量っていう点では、やっぱり Unity の方が、ゲーム開発しやすい環境にあって、初心者にも優しい問題解決しやすいっていうのが、あるかなと思います。で次に両者のプログラミングについてなんですが、先に簡単に言うと、プログラミングは一長一短で、プログラミングで、ね、選ぶっていうのは、あんまりいい手段ではないかなというふうに思います。ちょっとね、細かく説明していくと、ゲーム開発をする際、どのゲームエンジンでもプログラミングっていうのは必須になってきます。ゲーム開発におけるプログラミングっていうのは、ゲームにね、機能を追加することにあたります。例えば、キャラを動かすにも、ゲームオーバーだったり、スコアだったり、そういった機能を作るのにも、プログラミングが必須になってきます。プログラミングをしないと、ゲームをね、動かすっていうことはできないんですが、Unity の場合だと、プログラミング言語っていうのは C# になります。この C# はね、もちろん習得するのにも、一般的なプログラミングのように、習得するように時間がかかるんですが、ネットの情報量っていうのが多くて、その分教材も多いので、比較的簡単に、使用することができるかなと思います。一方、Unreal Engine のプログラミングっていうのは、ブループリントと C++ っていう2つがあります。この2つに関してなんですが、ブループリントでも C++ でも同じゲームの機能っていうのを実装することができます。ざっくり言うと、作成する方法っていうのが、2つ用意されているといった感じになり
ります。実際のゲームでは、ブループリントだけでもゲームは作れますし、C++ とブループリント両方組み合わせて、ゲームを作るっていうこともできます。アンリアルエンジンのブループリントっていうのは、ビジュアルスクリプティングと呼ばれていて、機能を持ってグラフをつなげて、プログラミングを行っていくものになります。これは見た目の通り、簡単で直感的で、実装もものすごく速くて、使いやすいプログラミングになります。で、一方、C++ の特徴っていうのは、実装できる機能っていうのが、ブループリントよりね、若干多かったり、場合によってはパフォーマンスが、ブループリントより良くなったり、そういった場合があります。ただし、C++ っていうのは、学習することが難しいので、アンリアルエンジンを学習する上で、一般的な流れとしては、ブループリントを学習して、さらにゲーム開発を極めていくんであれば、C++ を学習するっていうのが基本的な流れになります。ということで、Unity には C# があって、アンリアルエンジンにはブループリントと C++ があるっていう感じなんですが、まず個人的な意見としては、プログラミングの方法で、ゲームエンジンを決めるべきではないっていうのが、僕の意見になります。というのも、プログラミングっていうのはあくまで手段であって、機能自体はね、どの言語でも同じような機能っていうのを実装できるので、要するに難しいか簡単かだけの話なので、どんなゲームを作っていくのか、あとはグラフィックがいいゲームを作りたいとか、ゲームアプリを作りたいとか、そういった他の点で、プログラミング以外の点で、Unity と Unreal Engine 比較することが大事だと思います。で、それを踏まえてね、プログラミングについて解説すると、まず難易度なんですが、難易度で言うと、紹介した通り、Unreal Engine のブループリントが簡単で、その次に Unity の C#、最後に Unreal Engine の C++ になります。C# と C++ は同じね、テキストベースなんですが、やっぱりね、C# の方が情報量が多いので、問題がね、起きた時に解決しやすいですし、教材とかもね、たくさんあるので、学習が非常にしやすいです。次に実装速度なんですが、ゲームの開発スピードで言ったら、Unreal Engine のブループリントが最も速いといった結果になっていて、次にエラーの頻度が少なかったり、挫折しにくいのは Unreal Engine のやっぱりブループリントかなと思います。プログラミングでエラーになることはやっぱり日常茶飯事なので、初心者の方が最もね、挫折しやすい要因になっています。ブループリントっていうのは、簡単で直感的なので、エラーになることが、非常に少ないです。その点で言えば、ブループリントは初心者に優しい、プログラミングなのかなと思います。そもそもなんですが、ブループリントで、ゲームをどれぐらい作れるのって話なんですけども、例えばこのゲームっていうのは、ブループリントのみで、作られているとのことです。ブループリントだけでも、ゲームは作れるほど、機能性っていうのも、不明はないかなと思うんですが、細かい機能、ゲームのコアな部分まで編集を加えたいっていう時には、C++ を利用する必要があります。なので、Unreal Engine の、かなり有名なゲームタイトルであれば、Fortnite などは、C++ とブループリント両方使用されているので、ブループリントと、C++ を、学んでいくことになるということをね、注意する必要があるかなと思います。もともと私は、Unity の C# を使った、プログラマーで、スマホゲームとかね、開発したことあったんですが、Unreal Engine のブループリントと C++ っていうのも、使用してるんですが、それを踏まえて、率直な意見っていうのを述べると、ブループリントはやっぱり一番おすすめです。本当に簡単ですし、エラーも少ないですし、ゲームが開発しやすい、プログラミング進めるなら、ブループリントかなと思うので、ブループリントが、一番おすすめかなというふうに思います。ただ、先ほども述べたように、プログラミング自体の仕組みっていうのは、ブループリントであれ、C# であれ、C++ であれ、変わらないので、勉強する必要があって、Unity の C# っていうのは、情報量が多いので、その分ね、やっぱり開発しやすい環境っていうのが、揃ってるので、結局は両者とも一長一短になってくるかなというふうに思います。最初に述べたように、プログラミングでね、ゲームエンジンを決定するべきではないっていうのが、私の意見になります。次にゲーム素材の販売サイトなんですが、Unity でも Unreal Engine でもオリジナルのね、3D モデルとか、アニメーションなどは、外部のソフト、ブレンダーとかマヤとか、そういったもので、作成して、それらのゲームエンジンに、入れてね、使用することができます。ただし、個人の場合だったり、個人の方でも、ありきたりのね、機能 3D モデルとか、草とか、岩とか、そういったものを使いたいっていう場合は、ゲーム素材をね、購入するか、またはね、無料のものを探して、使用するといった感じになります。このゲーム素材をね、探す場所として、一番お勧めするのが、Unity のアセットストアになります。この Unity のアセットストアっていうのは、ゲーム用の素材、それをアセットって言うんですけども、ここで、購入したものっていうのを、利用してね、自分のゲームに組み込んで、ゲームをね、公開販売することが可能です。で、このアセットストアね、何がいいかというと、まず、3D モデルが、非常に豊富に揃っているので、例えば、この 3D キャラクターとかって検索してもらうと、例えば人気とかにしてもらうと、こんな感じに人気のゲーム素材っていうのが、ずらっとね、並んでいて、例えばね、こんなモデルとか、精巧な 3D モデルとか揃っていて、こういった 3D モデルっていうのが、非常に豊富に揃っているのが、まず一つ目の利点になります。と、二つ目が、この今やったんですけども、人気順に並べて、非常に 3D モデルっていうのを探しやすいんですよね。この 3D モデルを探すっていうのが、とても大変なので、探しやすさっていうのが、Unity のアセットストアは非常に探しやすい場所になっています。結構この Unity のアセットストア、セールもやっていて、50% オフとか、そういったものもね、結構やってるので、かなりのお得な場所なので、ゲーム素材を探すんであれば、この Unity のアセットストアが一番おすすめです。で、この Unity のアセットストアで購入したモデルっていうのは、一応 Unity でも
アニアルエンジンでも使用できるってね、ライセンスに明記されてるんですが、アニアルエンジンでもこの Unity のアセットストアで購入して、で、そのアセットっていうのを、使用できるって言えば使用できるんですけども、Unity 用に作られたシーン、要するにゲームのステージとか、そういったものは Unity 特有のデータになっているので、アニアルエンジンとかで使用することはできません。なので、Unity で購入したアセットっていうのをアニアルエンジンに持っていけるのは、例えば 3D モデルだったり、アニメーションだったり、あとはテクスチャーと呼ばれる画像だったり、そういったものになります。あと、Unity をね、一回経由してアニアルエンジンに持ってこなければならないので、結構ね、めんどくさいので、なので、アセットストアであれば、Unity をね、使用した方が、非常に使いやすいと思います。一方ね、アニアルエンジンも、マーケットプレイスっていう、ゲーム素材の販売サイトが用意されていて、例えばこのいいところっていうのは、無料のコンテンツっていうのが結構豊富なので、例えば、今月の無料コンテンツみたいなところに飛んでもらうと、有料アセットが、毎月無料で配布されているといったサービスがあったり、永続無料コレクション、ずっと無料のゲーム素材っていうのを、一覧でね、得れる場所などがあったり、そういった点で、無料のコンテンツっていうのが、探しやすい環境にあるかなというふうに思います。ただ、マーケットプレイスは、Unity のアセットストアみたいに人気順にね、並べることができません。なので、イメージしているゲーム素材っていうのを、探すことが非常に難しいというか大変になります。ゲーム素材は探すときにはアセットストアで、探した方がもう断然見つかりやすいですし、アセットストアの方がゲーム素材確実に豊富なので、なのでゲーム素材で言えば、Unity のアセットストアの方が便利でね、あることは確実だと思います。特に個人でね、ゲーム開発をするときには、ゲーム素材の用意っていうのは重要なポイントになってくるので、Unity のアセットストアっていうのは、非常にね、役に立つ機会が多いんじゃないかなというふうに思います。結果的にゲーム素材販売してるとは Unity のアセットストアがいいんですが、ただね、これも悩ましい、ポイントになるんですが、Unreal Engine だと、このマーケットプレイスとは別に完全無料で提供している大量のゲーム素材っていうのがあるんですよね。それがメガスキャンズっていうサービスになります。このメガスキャンズっていうのは、リアルなね、ゲーム素材。例えば草や木だったり、岩、椅子、建築物、装飾物、建物、テクスチャとか、そういったゲームの環境を作るためのゲーム素材っていうのが、何から何までね、揃ってます。で、こういった、素材っていうのが、全部無料でできるのは、Unreal Engine だけになります。もともとね、このメガスキャンズっていうのは別の会社のサービスだったんですが、エピックゲームスがね、これを買収して、アリアルエンジンのユーザーは、これらのね、素材を無料で使えるといった感じになっています。こういったリアルの素材っていうのは、高額面のゲーム素材になるので、アリアルエンジンはね、綺麗なグラフィックを作るのにも、こういったね、3D モデルを使用できるので、その点は利点かなというふうに思います。で、また、アリアルエンジンでは、これ早期アクセスなんですが、オリジナルのね、3D キャラっていうのも作成することができます。これはね、メタヒューマンズっていう、公式のサービスなんですが、細かい顔の部分とか、あとは体の部分とか、調整してね、一つのキャラクターっていうのを、ブラウザ上でね、作ることができるんですが、これもね、アリアルエンジンで、使用できるので、こういったリアルなゲーム素材っていうのも、使用できるのが、リアルエンジンなんだなと把握して、いただければと思います。で、次にちょっとね、難しめの話になるんですが、パフォーマンスに関しては、アンリアルエンジンが優勢です。重たいゲームをね、かくつくことなくゲームプレイしやすいのは、アンリアルエンジンの方になります。ただしね、モバイルに関しては、総合的にね、どっちがいいかっていうのが、ちょっと不明だったので、ゲームアプリのね、実績は、紹介した通り、Unity が多いっていうことを、踏まえておきます。で、アンリアルエンジンがパフォーマンス優勢だとね、言える2つの理由があるので、ちょっと紹介すると、1つ目がメモリ管理なんですけども、これが Unity だと、自由にね、管理できなくて、アンリアルエンジンだと自由に管理できるといった感じになっています。メモリ管理っていうのはゲームを動かすための、必要なデータっていうのを記憶するものなんですが、具体的に言うと、メモリ、要するにゲームを動かすためのデータっていうのは、一定期間ごとにプレイしていくにつれて、どんどんね、増えていくので、このメモリっていうのを解放する、要するに一旦なくすために、このメモリ管理っていうのを行うんですが、Unity だと、自動でね、管理される仕組みがあるので、定期間ごとにどうしてもね、かくつく場合っていうのが、発生してしまうので、その点が Unity だと重くなってしまうっていうケースがあります。一方、アニアルエンジンだと、この C++ っていうのは、メモリ管理っていうのは、いつでもね、自分の好きなタイミングで管理できるため、メモリのね、解放するタイミングで重くなったりとか、そういったことがね、あまりなくなるので、そういった点で、アニアルエンジンがね、まず一つ目としては、パフォーマンスがいい理由になります。二つ目はね、アニアルエンジンは、重たいゲームが、パフォーマンスよく動くように、最適化されている機能っていうのが、あるためです。例えば、ネナイトや、このルーベンっていう機能が、あるんですけども、このネナイトなんですが、3D モデルっていうのを軽く描画してくれるのが、このネナイトになります。で、このネナイトっていう機能がね、Unity にはね、ない機能だったりするので、この点はね、非常に大きなメリットになるかなと思います。また、このゲームでは、リアルタイムで関節光を、映し出すっていうのは、非常に重たい処理なので、パフォーマンスよく、これルーベンっていう機能で、重たいゲームっていうのも、だんだん動かせるようになるっていう仕組みが、揃ってるっていう点で、アニアルエンジンがね、パフォーマンス的には優勢だと思います。で、これに関しては、僕もね、最初モバイルのゲームが多いから、Unity の方がなんと
となくパフォーマンスがいいんじゃないかなって思ってたんですが、そういった理由があって、PC ゲームに関しては、アンリアルエンジンの方がね、優勢だったことがね、分かったんですが、モバイルゲームに関してもちょっとね、ケースによるかもしれないんですけども、似たようなスマホゲームっていうのを作ったことがあって、で、それで試した時に、アンリアルエンジンの方がね、なんか結構軽く動いちゃったんですよね。アンリアルエンジンのゲームアプリっていうのが、少ないですし、その点はね、ちょっとね、よくわからないですね。ただゲームアプリ作るんだったら、確実なのは Unity ですね。はい。次に、ゲームアプリなら、Unity 性がトップで、最適化されているという話なんですが、スマホのゲームアプリで、使用されているのはね、多いのは、圧倒的にね、紹介した通り、Unity になります。モンストだったり、つむつむなどね、一昔前の 2D ゲームっていうのは、ココス 2DX っていうゲームエンジンが使われていることが多いんですが、今はね、やっぱり Unity が主流です。ウマ娘とか、ポケモン GO とか、スーパーマリオランとか、そういったものは Unity 製になります。Unity がね、やっぱり採用される理由としては、述べてきたをね、ちょっとまとめると、ゲームアプリに最適化されていて、個人でもゲーム素材をね、調達しやすい、アセットストアがあったり、またね、情報量が多くて、アンリアルエンジンより、比較的簡単に、ゲーム開発をしやすいといった環境になっているため、個人開発者にとってはね、やっぱり Unity が、ゲームアプリをね、公表するのに使いやすいですし、個人の方でなくても、やっぱりゲームアプリっていうのは、Unity の方が、何かと作りやすいケースが多いです。2D ゲームとかだと、Unity でしかね、作れないっていう点もあるので、ゲームアプリを開発したいなら、Unity がおすすめとなっています。2D ゲームには、Unity のみが対応しています。2D ゲームを作りたいんであれば、Unity しか作れないといった環境なので、必然的に Unity をね、選択することになります。で一方、Unreal Engine だと、2D ゲームは作れません。3D ゲームを、2D っぽく見せることをやろうと思えば、可能です。ただ、ほぼ全ての 2D ゲームは Unity でね、制作した方がいいと思います。一方ね、PC なんですが、PC ならね、アンリアル性がトップで最適化されているという話なんですが、フォートナイトだったり、ドラクエだったり、デッドバイデイライトっていうのがアンリアルエンジン製になっています。アンリアルエンジンがね、採用される理由っていうのは、一番はね、やはりグラフィックが綺麗だという点と、トリプル A タイトル向けに、要するに、大規模なゲーム向けに最適化、されているためだと思います。PC 家庭用ゲーム機なら、Unity でもね、全然作れることは作れるんですが、比較的アンリアルエンジンがおすすめとなっています。次に個人開発についてなんですが、個人開発はどっちも可能です。比較的おすすめなのは Unity となっています。この個人開発をUnity をおすすめする理由っていうのは、やっぱりゲーム素材が豊富で、探しやすいアセットストアが、あるためっていうのが理由と、二つ目は一番ね、手軽にゲームを公開販売できるっていうプラットフォームはゲームアプリになります。なので、個人開発者は、一番ね、手軽に出せるのはゲームアプリで、そのゲームアプリが最適化されているのが、Unity だからという理由になります。で、三つ目が、比較的ね、簡単にオンラインゲームを作れる、パン2っていう、フォトン Unity ネットワーキング2といった、サービスがね、あったり、Unity Ads といった、簡単にね、広告をゲームにね、組み込めるサービスがあります。やっぱりね、個人に最適化されているため、簡単に、例えばオンラインゲームを作りたいなら、オンラインゲームを作れますし、広告を入れたいなら広告を入れると。個人開発で言えば、そういったサービスがある Unity っていうのは、非常に便利です。ということで、以上の理由から、Unity の方がね、個人開発では、向いてるかなと思います。例えば、Among Us とか、そういった世界中でね、流行ったゲームは、数人のね、チームで作られた Unity 製のゲームになっています。他にもね、日本で流行った動物タワーバトルとか、そういったものは Unity 製の、個人でね、開発されているゲームになります。一方ね、Unreal Engine でも、個人開発可能なんですが、ゲームアプリをやるんだったら、やっぱり Unity の方がおすすめなんですけども、PC ゲームをメインに個人開発していくのであれば、Unreal Engine の方が若干おすすめかなと思います。次にトリプル A タイトル。要するに大規模なゲーム。例えば、ゼロの伝説とか、またはドラゴンクエストとか、フォートナイトとか、あとはエルデンリングとか、そういったゲームっていうのを開発したいのであれば、比較的おすすめなのは Unreal Engine となっています。その理由としては、やっぱり Unreal Engine は、PC 家庭用ゲーム機向けに最適化されていて、で、重たいゲームでもパフォーマンスよく作れて、例えば FPS ゲームなどに、比較的ね、向いてたり、したり、あとはグラフィックがね、綺麗に表現できるため、トリプル A タイトルで言えば、比較的Unreal Engine の方が向いています。ただしね、Unity でもトリプル A タイトルの実績はあります。例えば、Fall Guys だと、Escape from Tarkov とか、原神とか。ちなみになんですが、原神とか、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドとか、そういったアニメ風のゲームっていうのを、専門用語で、スタイライズドゲームっていうんですが、そういったゲームでもね、Unreal Engine は、綺麗にね、描画できます。例を挙げると、ケイネブリッジオブスピリッツ、あとはタワーオブファンタジーといったゲームが当たります。
では次に、検索方法にね、結構出てきた Unity と Unreal Engine の将来性について話していこうと思います。将来性については結構ね、憶測になってしまうんですが、Unity と Unreal Engine はね、どちらも将来性はあると思います。Unity は特にモバイル特化で、Unreal Engine はPC とか家庭用ゲーム機向けに特化しているっていうことで、そもそもね、作るゲームっていうのが、あまり被ってないっていう点と、単純にゲーム業界はね、ますますね、需要が高まっていることから、どちらもね、今後成長していくと思います。なのでまとめると、Unity も Unreal Engine も、どっちもね、伸びていくと思ってるんですが、Unreal Engine は、2022年4月に Unreal Engine 4から5へね、アップデートされたことによって、それがかなり YouTube なので、注目されていて、勢いがあるのは Unreal Engine の方かなと思います。そのバージョンアップで何が変わったのか、簡単に解説すると、エディターのね、見た目が、4から5になって、よりシンプルになって、個人的な主観ですけど、Unity とね、同レベル程度に見やすくなったように感じます。で、また、次世代のね、注目ゲームっていうのに、Unreal Engine 5がね、採用されているケースっていうのを、結構見かけますし、そもそもなんですが、Unreal Engine っていうのは2014年までは、月額20ドル制だったので、それがね、基本無料っていう形になって、たくさんの人がね、加入しやすい環境になってるっていうのが、Unreal Engine の方がね、これからの勢いがあるんじゃないかっていう風に考える理由になります。ただし、LT 人口をね、Unreal Engine が押すっていうことは、現時点ではちょっとね、考えづらいので、規模で言ったら Unity の方が全然多いです。ただ成長速度で言ったら Unreal Engine の方が、早いかなといった感じになってるかなと、主観なんですけども、そう思っています。では次に作るゲームからゲームエンジンを選ぶ基準というのを、ちょっと紹介していこうと思います。これね、僕の主観なんですが、ある特定のゲームを作るんであれば、こちらのゲームエンジンがおすすめといった感じで、グラフにね、まとめてみました。例えばなんですが、マイクラとか、テラリアとか、そういったものは、Unity が比較的おすすめで、バロラントとか、フォートナイト、デドバイとか、そういったものを、作るならば、アンキャルエンジンが、比較的おすすめといった結果になっています。で、これ分け方について、僕はね、どういった基準で分けていくのか、紹介していこうと思います。基本的に Unity がね、おすすめとなるゲームについては、機能の多さっていうのが売りのゲームっていうのは Unity の方がいいと思います。で、理由は、ネットにね、プログラミングの情報量がね、結構あるからです。例えば、マインクラフトは、ゲームのプログラミングは、非常にね、複雑です。僕もね、一応 Unity でマイクラとね、ほぼ同じようなシステムの、ブロック型のゲームっていうのを作ろうとしたんですが、マイクラの作り方となる、プログラミングのコードっていうのが、結構ね、ネットに上がってます。なので、Unity は機能を実装するときに、情報が多く実装しやすいので、もしね、私が、マインクラフトのような機能を重視とか、コードがね、複雑で難しそうなゲーム作るとしたら、Unity で作るかなと思います。これはね、ちょっとどちらも初心者の方は、難しいかなと思うんですが、簡単に言うと、Unity は特殊なゲームの制作には、比較的向いていて、Unreal Engine はどちらかというと、定型にはまるようなゲームっていうのが比較的向いている印象です。Unreal Engine でも、マインクラフトね、作ろうと思えばね、多分作れると思うんですが、Unity よりね、とても時間がかかりそうだなっていうのは、私のね、率直な意見になります。またね、スマホのゲームアプリを作る場合っていうのは、ほとんどの場合は実績が多い Unity を、選択するのが確実かなと思います。で、一方、Unreal Engine をね、採用するケースっていうのは、グラフィックとかパフォーマンスとか、そういったものを重視する、ゲームっていうのがおすすめです。なので、バイオハザードといった、雰囲気が重要なゲームだったり、ゼルダの伝説とか、そういったグラフィックっていうのを重視するんであれば、Unreal Engine 一択かなと思います。また、FPS ゲームなんですが、Unreal Engine の方がね、パフォーマンスがいいので、私だったら Unreal Engine を、選択するかなと思います。ただね、Unity でも Escape from Tarkov とか、そういったね、FPS ゲームの、実績があるので、FPS ゲームの中でも、何を重視するかによりますかね。ということで、分け方としてはこんな感じになっています。次にですが、Unity や UE5 に関してよくありそうな質問っていうのをまとめたので一気に紹介していこうと思います。VR はね、どっちがいいっていう質問なんですが、VR も今までの主張と同じで、作りやすいのは Unity、グラフィックがいいのは、Unreal Engine になっています。ただ、ビートセイバーなどの Unity 製の VR ゲームっていうのがやっぱり多い印象なので、VR ゲームっていう点であれば、やっぱり確実なのは Unity だと思います。ただ、建築関係とか、そういったグラフィックが重要な VR などであれば、Unreal Engine がおすすめです。次に AR ですが、AR もね、Unity が秀でている印象です。ポケモン GO だったり、ドラクエウォークなど、そういったね、実績っていうのを、考慮するんであれば、Unity がね、おすすめかなと思います。で、オンラインゲームを作るなら、どちらもオンラインゲームをね、作ることは可能です。個人の場合は、Unity だと、パン2とか、そういったサーバーのサービスっていうのを利用して、比較的にね、簡単に制作することができるため、それをね、使用するんであれば、Unity の方がおすすめです。ただ、このパン2っていうサービスも、ちょっとね、限定的なゲームしか作れないので、簡単なオンラインゲームを作りたいんであれば、
Unity の方がおすすめです。ただ一般の人がね、想像するようなオンラインゲーム、FPS のオンラインゲームみたいな、そういったゲームを作りたいんであれば、サーバーを用意して、やる必要があるので、その点で言えば、Unity と Unreal Engine、どちらもね、大差はないかなと思います。ゲーム以外のプロジェクトはどちらいい？車とか建築関係とか映画などで見た目を表現するであるならば、グラフィックがいい Unreal Engine 一択だと思います。簡単なのはどっち？教育コンテンツもね、豊富な Unity が、やっぱり簡単になります。ただし、ゲームエンジン自体の難しさであれば、どちらも大して変わりません。なので、情報量が多いので、Unity の方が簡単っていう風には言えると思います。Unreal Engine のブループリントは、プログラミング経験でもできますか？プログラミング未経験の方でも、ブループリント自体をね、ある程度学べば使えるようになると思います。ただ、ブループリントもね、プログラミングのロジックと基本的には変わらないので、プログラミング経験者の方が、学習はね、非常にスムーズになるかなと思います。プログラミング未経験者の方は、別でプログラミングを学んで、ブループリントをね、学習して、ゲーム開発を始めるっていうのは、ちょっとね、効率が悪いように感じるので、ブループリントを学びつつ、一緒にね、プログラミングの仕組みっていうのも、徐々にね、理解していくのが、いいんじゃないかなと、個人的には思います。Unity でも、ビジュアルスクリプティングできませんか？ Unity でもビジュアルスクリプティングできるんですが、Unity だったら、情報量が多い C# をね、学んで使うべきだと思ってます。何か作ろうと思って、ググった時に、実装しやすいのは、Unity の場合だと C# になります。Unity から Unreal Engine 5へ、プロジェクトは移行できますか？その逆は、作成したプロジェクトっていうのは、どちらからでも移行することはできません。なので、引っ越した場合は、一からゲームをね、作り直す必要があるので、ゲームエンジン選びっていうのは、慎重にね、行う必要があります。収益化ってどちらもできますか？もちろんね、どちらでも広告でも、課金形式でも、好きなようにね、収益化することができます。Unity だと Unity Ads といった、そういった公式な機能っていうのがあって、広告をね、簡単に掲載したりすることができます。ということで、今までのね、特徴っていうのを、ざっくりまとめると、こんな感じの一覧になっています。この辺についてはね、ちょっとパッと見てもらえればと思います。ただね、これも、あくまで僕の主観なので、他のね、Unity の比較サイトとかも見てもらって、判断してもらうのがいいんじゃないかなというふうに思います。次なんですが、参考になるかね、ちょっとわからないんですが、僕のね、ツイッターで、Unity とね、Unreal Engine 両方の経験者に、一つ選ぶならどっちがいいのかっていうアンケートを、取ってみました。で、結果的に38票集まって、Unity が6票、Unreal Engine が15票になりました。大体 70% の人が Unreal Engine を選択して、30% が Unity を選択したといった結果になっています。ちなみに、フォロワーのね、皆さんは、この時点で、プロフィール画面から、ね、ざっくり確認して、Unity と Unreal Engine、大体使ってる人は、ちょうどね、半々ぐらいだったので、その点はね、お伝えしていこうと思います。他の記事とかも、どちらかというと、Unreal Engine をね、お勧めしている記事っていうのが多かったので、Unreal Engine の方が、若干優勢だと思ってる人は多いんじゃないかなというふうに思います。ということで結論なんですが、ゲームエンジンは開発したいゲームや、それぞれの状況に合わせて、選ぶっていうことが重要になってきます。Unity がおすすめだっていう方は、個人でゲーム開発される予定の方、またはゲームアプリに特にね、力を入れてゲームを開発する、またはね、デザインより、機能の多さが重要なゲーム、例えばマイクロとかテラリアとか、そういったゲームをね、作る方、あとは初心者に優しいゲームエンジンを、選択したいっていうのであれば、Unity が比較的おすすめとなっています。で、一方、Unreal Engine におすすめな人っていうのは、トリプル A タイトルっていう、大規模なゲームっていうのを作りたい場合だったり、PC や家庭用ゲーム機向けに作りたい場合、グラフィックの綺麗さとかリアルさを求めたい、デザインが重要なゲーム、例えばバイオハザードとかゼルダの伝説とか、そういったものだったり、あとはパフォーマンスが重要な FPS ゲームっていうのを作るんであれば、比較的 Unreal Engine がおすすめかなというふうに思います。全てをね、含めて、どちらかはっきりしろと言われれば、この2022年10月の時点では、Unreal Engine がね、若干優勢かなというふうに思います。ただ、この Unreal Engine 5が出る前までは、Unity の方が優勢だったんじゃないかというふうには、個人的には思ってます。というのも、Unreal Engine っていうのは2022年、4月に Unreal Engine 4から、Unreal Engine 5へ、約8年ぶりに大型アップデートが入って、エディターの見た目とか、機能性とか、そういったものが大きく向上したので、その時点でね、越したんじゃないかなというふうに、私は思ってます。どちらもね、総合力としては大差ないように感じてます。なので、まず、どちらか悩んでる方っていうのをお勧めするのは、興味ある方を触ってみて、どんな感じか試してもらって、で、もう一方も気になるんであれば、またね、触ってみて、どっちのゲームエンジンを極めて、ゲーム開発していくかっていうことをね、絞っていくことをお勧めします。どちらも使えるっていうのは、悪く言うとちょっと器用貧乏的なところもあるので、基本的には、将来でゲーム業界で働くっていうことも考えれば、Unity か Unreal Engine どちらがね、一方を極めていくっていう方が、大事だと思いますし、基本的には、だいぶやった後で引っ越しするっていうのは、お勧めしません。なので、まずは両方触ってみて選択するっていうのも、一つの手かなというふうに思います。
ということで、ここからは、Unity 6年使用した僕が、アンリアルエンジンをね、メインに使用するようになったきっかけ、理由っていうのを話していって、少しでもね、ゲームエンジン選びに役に立てればなというふうに思います。で、話していくと、そもそもね、ゲームアプリを開発したくて、Unity をね、6年使用していたわけなんですが、結果的にアンリアルエンジンで引っ越して、今はね、どちらかというとアンリアルエンジンメインで、ゲーム開発をね、行っています。いくつかね、どうかね、結構悩んだんですが、最終的に、引っ越した理由っていうのを紹介していくと、まず一つ目が、アンリアルエンジンの、グラフィックのね、綺麗さに感動したからです。Unity で、自分のね、ゲームっていうのを作ってる時に、2週間ほどかけてね、グラフィックのことを調べて、できる限りのことをして、こんな感じに PC 上なんですけども、Unity のね、ゲームのプロトタイプっていうのを、作りました。で、これをね、いざ、スマホでね、プレイしようとしたんですが、結果的にこのグラフィックのね、エフェクトっていうのをかけすぎたので、重すぎて動きませんでした。仕方なくね、このグラフィックの設定っていうのを無効にして、スマホでね、プレイしてみたんですが、これはね、ちなみにPC 上でのグラフィックなので、スマホにするとね、もっと画質としてはね、かなり落ちます。こんな感じに作ったんですが、やっぱり、スマホ上だと、グラフィックがね、なんか理想としているものっていうのは、スマホでね、再現することは難しかったので、そんな時に、どうしようかっていう風に悩んでた時に、かなり前から、気になって、アンリアルエンジンっていうのが、ふと浮かんで、アンリアルエンジンで一回試してみたいなという風に思って、触ってみました。すると、アンリアルエンジンね、むちゃくちゃグラフィックが綺麗で、それでなんとか最初、3D モデルだけね、配置して、こんな感じにね、雰囲気だけ作ってみました。この見た目っていうのが僕の理想だったので、やっぱりこのグラフィックっていうのが一番大きい理由なのかなというふうに思ってます。これそもそも Unity の場合だと、草とか生やしてないというふうに思われるかもしれないんですけども、Unity だとね、生やせなかったんですよね、パフォーマンス的に。PC 上でも草生やすだけで、パフォーマンスをね、工夫をしないと、かなりね、重くなってしまうので、一方、アンリアルエンジンはね、こんな感じに、ね、草をね、大量に生やしても、パフォーマンスよく、かつね、スマホでもね、プレイしても、結構ね、違和感なくプレイできたので、それだけでね、なんとも言えるわけではないんですが、モバイルの方のパフォーマンスっていうのも、結構ね、いいんだなというふうには感じました。一つ目は、ということで、グラフィックなんですけども、二つ目は、アンリアルエンジン5製の、ゲームっていうのが、YouTube でかなりね、再生数が伸びていったっていうことです。例えば、ドラゴンクエスト12とかも、アンリアルエンジン5を採用して、ゲーム開発をね、進めているっていうことが公表されていたり、あとはこの最有機のテーマのゲームっていうのも、アンリアルエンジン5製で、かなりね、注目されています。また僕が大好きなゲーム会社、スーパーセルさんの新作タイトル、クラッシュヒーローズっていうゲームも、アンリアルエンジンが採用されていたり、結構いろんなところで、アンリアルエンジン採用されてるんだなっていう風に感じていたので、その点もね、引っ越したきっかけではあります。理由3つ目としては、エディターの見た目っていうのが一新されたからです。アンリアルエンジン4からちょくちょくね、触ることはあったんですが、最初のパッと見の印象としては、この UFO のエディターっていうのは、なんかちょっと画面が見づらかったんですよね、Unity と比べて。アイコンがね、大きいように感じたりとか、あとはこのゲーム画面を映し出してる画面っていうのが、ちょっとね、見づらかったりとか、そういった点が気になっていたので、エディターなんか Unity の方が使いやすいし、みたいな感じていたんですが、これが Unreal Engine 5になって、一新されてね、僕好みのね、エディターになったので、その点はね、UFO のエディターの、僕があんまり好きではなかった部分っていうのが、改善されてなくなったっていうのは、それもね、一つ大きなポイントかなというふうに思います。最後にね、理由4つ目なんですが、Unity とね、Unreal Engine、僕両方ともね、ゲーム開発は好きなんですけども、Unreal Engine の方がゲーム開発する楽しさっていうのが、大きいように感じたんですよね。ゲーム開発なんて、そもそも楽しいかどうか重要じゃないでしょって思われる方もね、結構いらっしゃると思うんですが、ただね、ゲーム開発は、特に初心者の方は、実際にね、始めてみたはいいものの、やめる人っていうのがね、ほぼ大半だと思います。なので、まずはゲーム開発を、楽しむっていうことがね、重要だと個人的には思ってるので、楽しいゲームエンジンっていうのを、選択するのも一個の手法かなというふうに思ってます。というわけで僕はね、Unity から UE5 へゲームエンジンのメインっていうのを引っ越したわけなんですが、やっぱりね、引っ越しするためのコストっていうのは大きくて、すぐにね、UE5 をね、使えるっていうわけにはなりませんでした。引っ越しするのもありだと思うんですが、デメリットとしては、やっぱり片方のゲームエンジンの使い方については、やっぱり一からね、学び直さないといけないっていう点があるので、その点はね、注意する必要があると思います。基本的に、ほとんどの、ユーザーの方には、どちらか一方のゲームエンジンを極めていった方が、いいんじゃないかなというふうには思ってるんですが、ただそこは時代の流れとかもあるので、っていった感じですかね。ただ、Unity でね、学んだことは Unreal Engine の方で、何一つね、無駄になるっていうことは、ありませんでした。プログラミングの仕組みだったり、ゲームの作り方とか、機能の概念とかも、ほぼ一緒ですので、Unity の方で、こうやって作った機能っていうのは、Unreal Engine の方でも、大体同じ作り方、細かい操作の部分っていうのは違うんですけども、同じ作り方なので、この、操作面とか、あとはプログラミングの書き方っていうのが異なるっていう点は、引っ越しする際には、
そういった点をクリアしていく必要があるかなというふうに思います。引っ越しをね、検討されている方に関しては、やっぱりね、引っ越しのコストっていうのは、それなりにね、かかるっていうことは、最初にね、念頭に置いておいて、気軽にこのゲームをね、ゲームエンジンを切り替えるっていうことは、あんまりよろしくないことなんじゃないかなというふうに思ってます。まだ両方触ったことないよっていう方は、気になる方を触ってみるか、それか、両方ともね、軽く触ってみて、一つのゲームエンジンを選ぶっていうことが、いいんじゃないかなというふうに思います。アニアルエンジンね、メインにするって言ったんですが、それでもね、僕がやっぱりゲームアプリ作るんであれば、基本的には Unity の方を選択するんではないかなというふうに思ってます。というのも、やっぱりゲームアプリをね、開発しやすいのは、Unity ですし、例えばアセットストアだったり、2D ゲームを作れるのも、Unity ですし、あとはなんかいろんな面を考慮すると、簡単なオンラインゲームを作りたいっていうのであれば、パンツーっていう、比較的簡単に作れるオンラインサービスっていうのもありますし、ゲームアプリを作るんであれば、より確実なのは Unity かなというふうに思ってます。ただね、同時に、アニアルエンジンのゲームアプリの開発っていうのも、興味があるっちゃあります。正直ね、僕は今でもね、Unity を使うべきか、アニアルエンジンを使うべきか悩むくらい、ゲームエンジンとしては、ほぼ差がないように感じてます。今現在の考えでは、アニアルエンジンはね、メインにゲーム開発していきたいなというふうに思ってるんですが、やっぱりね、ゲームアプリを採用するなら、Unity の方が、確実なんだろうなというふうに思ってます。でまとめると、ゲームアプリ開発するんであれば、Unity の方がね、比較的おすすめなんですが、どちらかといえば、僕個人としては Unreal Engine の方がおすすめな、感じになっています。違いに、全員の方に Unreal Engine をおすすめするかと言われると、そうではないので、簡単にね、ゲームを開発したりとか、まだ PC の操作に慣れてないっていう方は、もう絶対 Unity の方がおすすめですね。多少難しくてもいいから、ゲーム開発したいよっていう方は、Unreal Engine をおすすめするかなというふうに思ってます。難しいですが、正直難しいんですが、僕の意見としては、こんな感じになるかなというふうに思います。ということで、動画以上になります。今後ね、Unreal Engine のチュートリアルだったり、Unity のチュートリアル動画っていうのを上げるかわかんないんですけども、YouTube チャンネルにね、アップしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでね、今回は以上になります。お疲れ様でした。